外反母趾や魚の目など足の前半分に発生する痛みはあっという間に解消することができるのです。皆さんこんにちは。日本で活動する足の専門家中島武史です。この頃この動画を日本以外の方も見ておられる方が多いので、どんなことをしている人間が喋ってるのかなと思った方は下にある概要欄をご覧いただいたら翻訳付きで私がどんなことをしている人間かというのが出ているので参考にしてください。で、今回の動画は足の痛み、特に足の前半分の痛みに対して何とかいち早く解決したいなという方にとって役立つ動画っていうのを撮ってみました。本当は痛みが取れても問題がある場合もいっぱいあるし、痛みがなくても問題がある場合もいっぱいあるので、痛みだけにとらわれるのはあれなんですけれども、ただ痛いのってやっぱり何とかいち早くしないとそれだけで生活の質が下がるのでね。ですから今回は痛みに特化した話になっています。では内容です。まず前足部、足の前半分ですね。前足部に発生する痛みの理由ですね。で、そしてどうすればいいのか。今回の動画をご覧になることであなたは足の前半分に発生する痛みの対策を適切に打ち、すぐに痛みを解消することができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。私は世の中に正しい健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube が拡散されるかどうかっていうのは皆さんの押してくださる高評価ボタンやチャンネル登録者数によって決まるみたいなんですね。ですから皆さんがもしもこの動画有益だなと思っていただいたらチャンネル登録や高評価、またこの頃外国の方もいっぱいコメントくださっててありがたいんですが、コメントなんかも入れていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。まず前半分に発生する痛みの原因ですけれども、足の前半分のその痛みが発生する場合の病名っていうのが、例えば外反母趾だったり内反小趾だったり魚の目だったり巻き爪だったり、あとはちょっとレアなところとか通なところで言うとモートン病だったりとか中足骨骨頭痛っていうのもあります。なんせこの辺りって実を言うと全部別の病気だけど、その痛みを解消しようと思えばそれほど難しくはないんですね。で、なぜかというとこれら全部発生の原因が前に過剰に体重をかけて歩いている人がなる病気なんですね。基本的に前に過剰に体重をかけてて、でそれプラス何かで発生してると思っていただいたらいいです。それプラス、これだったら外反母趾、それプラスこれだったら魚の目とかですよね。ですから細かいそれぞれの原因に対しては私の動画他にもいっぱい、外反母趾の動画とか魚の目の動画とか巻き爪の動画とかモートン病とかも出してると思います。でその動画を見ていただいたらいいと思いますので、そちらをご覧いただきたいんですが、今回の場合は痛みに特化した話なのでまとめて前側に荷重をしすぎてるという言い方をしますね。でもうちょっとちゃんと説明をすると、足というのはそもそも体を真横から見ていただいたら分かるんですが、体の真下ってかかとなんですよね。足の前半分のところの上側には体はないわけです。かかとの真上に足があって、かかとの真上に体があるわけですね。ですから体を支える基本というのは立ってる時も歩いてる時も基本かかとなんです。でしかも構造上もかかとと前半分であればかかとの方がずっと強いですよね。硬くて強い。だからかかとに体重を乗せて歩いて立ってってするのが基本なんですよね。ただじゃあ前半分っていつ使うのって言ったら、これは走ったりする時ですね。走る時って前傾になるんですが、前傾になればなるほど前を踏む形になりますね。でこのような形で役割分担と言ったらおかしいんですけど、基本的に普通に歩くのにはかかとだけでも十分、前なんかなくても歩ける。ただスピード上げていこうと思ったら前を使わないといけないよというふうな形になってるんですね。でその状態なんですが、走る時やジャンプする時なんかに前を使ってる分にはいいんですが、これ歩く時にもずっと前を使ってたりするとそこに過剰に負担がかかるわけですね。でもう一つ言うと、歩く時にはかかとを使うものなのに前を使って歩くと役割が違うので、それ自体が問題が発生するんですね。もう一度言うと、走る時に前使うのはそれほど問題は出ないのだけれども、歩く時に前をずっと使い続けると問題が発生してくると。でそれによって過剰に負担がかかって巻き爪や魚の目になったり、体重がかかって過剰な負担を支えきれなくて外反母趾が痛くなったりとかっていうふうにするわけです。でこの今事実というかこのことをよく知っていただいたら次の対策というのもご納得いただけると思うんですよね。ではどうすれば足の前半分の痛みが軽減するかというと、まずやってはいけないのは、例えば
足のここの辺りが痛くなるのが中足骨後突、ここが痛くなるのがモートン病っていうんですが、その痛い箇所の下にクッションを入れるっていうのはもうこれ最悪なんで絶対やらないでくださいね。よくやりがちなんですけどね。痛みのところ当たりを軽減しようと思ってクッションを入れるなんていうのをやったりするんですが、これはなぜダメかというと、そもそも前に荷重しすぎててなってるのに、前に荷重をするのをやめずにクッションだけ入れてても解決になってないっていうのがまず根本的な理由ね。で、あともう一つは、前に荷重をしてそこにクッションを入れると足が安定しなくなるんですよね。クッションのいい靴とかクッションのいい中敷きを入れすぎると足が安定しない。言い方を変えると、砂浜で歩くと、砂浜って足は柔らかくて気持ちいいけれども、でも実際歩くと疲れるのは安定しないからですよね。そう、安定しない砂浜歩いてるような状態になっちゃうんです。そうすると余計に力を入れて支えないといけないということになるので、足の前半分に痛みのある方は良かれと思ってクッションなんかを入れて歩かないようにしてください。ではどうすればいいのかというと、答えは問題の逆をすればいいんですけどね。単純な話です。前に荷重しないで歩くです。じゃあ足の前の方を使わないで歩くってそんなことできるのって今までそうやって歩いてきた人は思っちゃうんですけど、本当はなんてことないんです。それが本来普通の歩き方なんですよね。で、皆さんがもしもすぐにじゃあそれをどうやったらいいかちょっと簡単に教えてって言うんであれば、一番手っ取ればいいのは、とにかくその場でまず足踏みをしてみてください。足踏み、後進気味にこんな感じで足踏みをしてみます。で、足踏みをしてその感じのそのままで前へ進む感じですね。歩きます。これで前は荷重してないんですよね。なぜかというと、足を上げるということは体が前へ突っ込まずに足が前に上がってくるから重心が後ろになります。今前の方が痛い人はもう必ずさあ歩き出そうとするときどうなるかというと、すぐに体が先行して体が前に行くはずなんですね。体が先行すると足の前の方に体重が乗ってしまうので、体を先行させずに足を先行させたいんです。でもその癖がついてない人がやるのにすごく苦労するので、その一番単純な手っ取り早いやり方が、その場で足踏みをしてからそのまま前へ進むという形です。今もしも痛みがある方は今それをすぐこの動画を見ながらやってもらって始めていただくと、その時点で痛みものすごいマシです。これはやった瞬間にわかると思いますのでね。で、もっと具体的にその歩き方を突き詰めたものが私が提案しているゆるかかと歩きというやつなんですね。だから言い方変えれば、足の前半分が痛くなっている人というのは自分で知らないうちに足が上がらなくなってきてて、体が先突っ込んで前に突っかかるように歩いてしまってるっていうことなんですね。それを補正して本来人間がやるべき足の骨格に合った歩き方というのが私の提唱しているゆるかかと歩きというやつなんですが、もしも興味のある方はこのサムネイルの動画をご覧いただいたら、この動画内で歩き方を解説しています。で、この歩き方を習得すれば痛みがマシになるというだけではなくて、外反母趾そのものが改善したり、魚の目や巻き爪が発生しなくなったりします。そんな例はざらにありますので、是非とも取り組んでいただいたらいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。痛みっていうの自体が問題にはなるので痛みの話に特化してますけれども、本当は足の使い方、歩き方自体に問題が発生しているというお知らせでもあるんですね。ですから痛み以外のところで多分その方は姿勢にも問題が出てたり、例えば太ももの形とかそういうところに問題が出てたりもする可能性があります。ですから油断せずにいろんなところの健康チェックというのをしていただくのがいいんじゃないでしょうか。私の他の動画でもそういうチェックの仕方っていうのを出してたりしますのでご覧ください。